やめますよ、シュウセミだ。本日なんですけど、本日は9点メガ割りというところで、今回はスキン14のサンクリームを全て試してみて、使用感はどうだったかっていうところを皆さんの方にシェアできればなと思います。それでは早速いってみましょう。本日もご視聴ありがとうございます。本日なんですけど、本日はね9点メガ割りというところでね、まだまだねサンクリームは購入した方がいいかなと思います。一年中ねサンクリームはね使った方がいいかなと思うので、肌の老化を抑えるためには抑えるっていうか遅らせるためには、サンクリームっていうのはもう必需品なんですよね。そういうところで、韓国的に考えると SPF50 っていうのはもうマストですね。30とかもあったりするんですけども、なかなか使ってる人を僕は見たことがないというところで、どういう時に使ってるかっていうのも、僕も30たまに使うんですけども、使用どういうふうにしてるかっていうところもシェアできればなと思いますので、今回は成分というよりか使用感みたいなところを皆さんの方にシェアできればなと思いますので、スキン14のサンクリーム気になっている方はこちらの動画を見ていただければ全て使用感の方は分かりますので、ぜひ参考にしていただければ非常に嬉しいかなと思います。まずはね3つのタイプがあるんですよ。こちらが通常ラインのタイプっていうのかな。あとこのタイプがあります。そしてこのタイプがあります。この3つになるんですよね。でまずこちらですね。こちらがね SPF30 の PA4 プラスなんですけども、こちらだけが SPF30 なんですよ。はい、っていうところでまず使用感をねこんな感じでちょっと皆さんの方にシェアできればなと思うんですけど、30になるので、最近のサンクリームは、低刺激なものも多かったりするので、刺激が強いから30がいいっていう方は、30の方がいいかなと思うんですけども、こんな感じなんですよ。今ちょっとね軽くなじませた感じなんですけども、結構油分が多いタイプになるので、ちょっとね時間が経つとちょっと姿勢肌の方は厳しいかなって感じなんですけども、ちょっとねクリーム状の感じでちょっと僕はね若干使いづらさを感じているって感じかな。でどちらかというとあんまり僕が使わないタイプの使用感なんですけども、僕30はもう本当に全く外に出ない日だったりとか、それかちょっと夕方ぐらいから塗るサンクリームみたいな感じで使ってる感じですね。こうやってなじませていくと、こんな感じなんですよ。もう若干のツヤ感もあるので、スキン14のものって若干のツヤ感出してくれるので、大好きなんですけどね。僕とか運動したりするので、ジムとかでね、そういう時にはちょっとね汗かいたりとかすると、ちょっとこんぐらいの油分があるものはあんま使用しないかなって感じなんですけど、であと目に入るとちょっとしみるって感じも若干ありますね。はい、こんな感じがこちらですね。で30なんですけども、韓国ではあんまり使う方がいないので、使う時があんまりないので、なのであんまり使わないんですけどね。はい、そんな感じで次いきたいなと思います。で次がこちらですね。トーンアップのサンクリームなんですけども、トーンアップさせたい時にはこちらのクリームを使っております。割と結構使う方ですね。こちらは SPF50 の PA4 プラスですね。でこちらもつけていきますね。こんな感じの色かな。はい、こんな感じでなじませていくんですけども、こんな感じでございますね。だいたい21番ぐらいの感じのクッションファンデとか使ってる方は合うんじゃないかなって感じですけど、どちらかといえば肌白い方の方が合う感じのトーンですよね。僕結構これ使うんですけども、この上にクッションファンデとかするとかなりいい感じに出来上がりますね。むしろ僕の場合だとスキンケアだけで肌作るのが多いので、もうちょっと
作る時は BB とか使うんですけども、最近だとクッションファンデあんま使わなくなったんで、がっつり仕事のね撮影の時とか使うんですけども、そうじゃない時はもうほんとサンクリームだけで肌作りするみたいな感じで、でこんな感じ。わかんない、このぐらいの白さになってくれるので、こちらは非常に使うことが多いかなって感じですね。カバー力はないんですけども、肌白くしたい方はすごくおすすめなサンクリームになりますね。はい、これがこちらになりますね。でこちらのトーンアップのやつは結構使うことが多いですね。で次がこちらですね。スキンワンフォーの中ではこちらが一番人気があるサンクリームかなと思うんですけども、僕もかなりこちらを使っておりますね。SPF50 プラスの PA4 プラスなんですけども、はい、こちらはね、サンセラムなんですよ。なので使用感が非常にいい。でこちらも SPF50 プラスの PA4 プラスですね。でこちらつけていきますね。はい、でこんな感じでサンセラムなので精肌の方は非常に使いやすいクリームで、こちらね韓国でもかなり人気があるので、やっぱりこちら使いやすいですよね。はい、で本当にもうサンクリームというよりかはもう本当にセラム、なのでどうですかこの感じ。しっかり馴染んでくれるっていうのがあるので、そしてツヤ感も出してくれてギトギト感もないので、これはかなり使いやすい。どうでしょうか。で正直これがね一番僕はやっぱり使ってるかなって感じで、本当に夏の時期はマストでこちら使っておりますね。こちらがこんな感じでございます。このツヤ感は非常に僕は大好きで、結構この上に BB クリームとか塗ってもクッションファンデとか化粧した時でも非常に合うので、僕はこちら結構使ってることが多いですね。特にこの暖かい時期はこれ使ってることが多いですね。特にあと暖かいとこ、あとベトナムとか香港とか行くとやっぱこちらとか使ってる人が多かったですね。韓国も非常に男性の方もめちゃくちゃ人気で、こちら人気ですごく使用してわかる人気って感じですね。はい、で次がチューブのタイプが変わるんですけども、こちらのラインになりますね。こちらが SPF50 の PA4 プラスになりますね。はい、でこちらもつけていきますけども、こちらもねちょっとねトーンアップしてくれる感じなんですよね。こんな感じの色味がある感じですね。で伸ばしていきますね。でこちらちょっとね油分がある方は結構厳しいかなって感じの印象でございますね。どうですか。こんな感じで本当にクリームって感じなので、なんかちょっとやっぱ BB クリームとかの感じに似てる使用感を感じている感じなんですけども、いかがでしょうか。で先ほどの白のトーンアップとかよりはこちらの方がちょっと油分がある感じですね。どうでしょうか。こちらがこのクリームになります。でスキン104の商品って全てそうなんですけど、マダガスカルで取ってる成分なんですけども、その成分取ってる人にピッカっていうカードを渡してしっかりね成分に対しても向き合ってて、刃物を使わないとかあったりとかするので、成分とかも非常に良くて、やっぱり FDA も最近ねいろいろ通って世界的にも安全基準に達してるっていうのがやっぱちょっとすごいなっていう感じがあるんですけども、そういうところでやっぱ世界的に使ってる方が多い、やっぱ外でもよく見かけるようになってきたっていうか、いろんなところでアジアだともベトナム、香港、あとはオーストラリアでも見たし、結構いろいろ見るんですよ。でやっぱヨーロッパ行っても使ってる方が多い、ロンドンとか、そうこんな感じ。こちらもね馴染むとナチュラルに使うんですけども、ちょっと素肌の方は厳しいかなって感じの印象がありますね。はい、こちらはこんな感じでございます。全てねスキン1 4のサンクリームいろいろ使い分けてるので、どれも使いやすいってのはあるんですけどね。はい、で次がこ
こちらになります。 SPF50 プラスの PA4 プラスですね。こちらが通常のベースのラインになってくるっていうか、こちらが一番推してるっていう感じではないのかな。どうなんだろう。スキンワン4では一番ベースとしてるサンクリームだとラインだと思うんですけど、はい、こちらもつけていきますね。はい、こちらもちょっと色味があるんですけども、なじませていきますと、こちらのねラインはちょっとね、乾燥肌の方は非常に合うような感じかなって感じ。さっきちょっと色味があったんですけど、なじませるとそんなことないので、こちらもかなり使いやすいので、一番最初に使うサンクリームとしていいのかなって感じですね。どうでしょうか。やっぱこちらもね非常に使いやすい。これからの時期、秋とかの時期は非常に使いやすいサンクリームかなって感じがしますね。はい、こちらになりますね。はい、やっぱり秋かな。夏はねあんま使わない。秋とか冬ちょっと前ぐらいまではこれは使えるって感じですね。あとしっかり保湿もさせてくれるので、やっぱりスキンワン4のやつは全ていいっていうか、乾燥肌の方でも使用できるものがあったりとか、シ肌の方でも使用できるものがあったりとか、その中間もあったりするので、やっぱり使いやすい。こちらが本当に中間って感じですね。一番最初に使うのにおすすめなサンクリームって感じ。やっぱ使いやすいですよね、こちらはね。でしっかり SPF50 あって、で次いきますね。はい、次はこちらになりますね。こちらも SPF50 プラスの PA4 プラスなんですけども、こちらもテクスチャーお見せしたいなと思うんですけど、はい、ちょっとねセラムっぽい感じでみずみずしい感じなので、T3 なのでニキビ肌の方とかは非常におすすめなサンクリームになってきますね。こちらもかなり使いやすい。なじませるとスーッとなじんでくれて、嫌なサンクリームの重たい感じがないのでいい感じでございます。でスキンワン4のサンクリーム、この全体に言えるんですけども、若干のツヤ感を出してくれるので、僕はそこら辺が大好きですね。で僕ツヤが大好きなので、肌作りとして最終的にツヤ出す肌を作るので、こちらは大好きなツヤ感でございます。であとこちら使いやすい、本当に。なので肌トラブルの肌になった時とかは使うとか多いかなって感じですね。こちらがこんな感じでございます。はい、こちらも使いやすいので、本当に一番最初にねちょっとさっぱり系のサンクリーム使いたい方はこちらで、一番最初のスキンワン4のサンクリーム、本当にクリームタイプのものを使いたい方はこちらって感じかな。こちらの2つも結構使いやすいっていうのがあるので、やっぱいいツヤ感だよね。で次がこちらになりますね。こちら発酵のタイプなんですけども、こちらは SPF50 プラスの PA4 プラスですね。はい、こちらもかなり使うこと多いんですけどね。こんな感じのテクスチャーです。サンセラムとグリーンのやつのT3 のサンクリームの間ぐらいのテクスチャーかなって感じ。こんな感じです。僕ねこちらのラインスキンケアのライン結構使うことが多くて、こちら最終的にこちらのサンクリームで肌作りすることも多かったりするんですけども、こちらも僕の大好きなちょっとクリームタイプじゃなくセラムタイプに近いので使いやすいって感じですね。最終的にちょっとクリームタイプとセラムタイプみたいな感じで分けたいなと思いますので、最終的にはまとめたものを皆さんの方にシェアしますね。こちらの感じでございます。はい、こちらがこんな感じになります。どうでしょうか。こちらは一年中使いやすくて保湿もしっかりしてくれるので、秋でも冬でも使いやすくていい感じのツヤ感を出してくれるので大好き。あと保湿もいい感じなので大好きですね。
はい、そんな感じでスキン104のサンクリームすべてテクスチャの方をシェアさせていただいたんですけども、今回は使用感というところで皆さんの方にシェアさせてもらったんですけども、セラムさっぱりで使いたい方はまずこちらかな。一番さっぱりするやつがこちらのサンセラム、その次がこちらの T3 のもので、その次がこちらの発酵のやつで、クリームタイプなんですけども、クリームタイプは一番最初はねこちらのベースのものを使った方がいいかなと思いますね。でその次にちょっと30のものとかね使うのもありかなと思いますけれども、でちょっと地肌の方は厳しいけどしっかり保湿してくれて冬でも使えるサンクリームって感じで、プラストーンアップさせたい方はこちらかなって感じで、1日こちら使いやすいので地肌の方でも使いやすいテクスチャになってるかなって感じなんですけども、ちょっと注意点としては肌が白い方じゃないと厳しいかなって印象があります。全てね使いやすくて僕全部使ってるんですけども、その中でも正直ね一番使ってるのがこちらですね。しっかりツヤ出してくれるですごくツヤ感じゃなくて若干のツヤ感ですごい暑い国に行ってもやっぱこちらは使いやすくて、真冬は避けてこちらを使ってるかなって感じですね。でほんでもね正直ね冬でも使うことあるんですよね。ちょっと肌トラブルができた時とかはこちらの方でちょっと使うかなって感じ。そういう時でもこちら T3 のやつも使ったりするんですけども、ここら辺とか結構使いやすい。であとこちら、発酵のやつ、こちらも僕大好きで、本当にこちらとこちら争うぐらい大好きって感じで、こちらもかなり使ってることが多いって感じですね。でどちらかといえばねこちらのねスキンケアのライン全部使うこと多いので、合わせてねこちらのスキンケアのラインのやつもちょっと気になる方いらっしゃいましたらぜひね紹介したいなと思うんですけども、こちらのラインだけ若干ねちょっと高いラインっていうか上のラインになっているので、こちらのスキンケアの方も非常に僕は大好きで使っております。どちらかというと姿勢肌の方とかだと使いやすい使用感になってるんですよね。でこちらのラインがねしっかり保湿してくれてギトギト感がなくてやっぱり使いやすいものに仕上げてきてるっていうのがあるので、はい、そんな感じで今回は全てサンクリームのテクスチャ使用感の方を皆さんの方にシェアさせていただきましたがいかがだったでしょうか。今回の動画で、テクスチャだけの方をねご紹介させてもらったんですけども、何かわからないことありましたら下のコメント欄の方にコメントいただければと思います。今回も最後までいただきありがとうございました。今回の動画がいいねと思いましたら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。じゃあね、アンニョン。